夕暮れの冷たい風が少しだけ頬を撫でていく時間、手に下げ高い物袋の持ち手が指先に深く食い込んでくるのを感じながら、あなたはふと立ち止まります。そこは広大な敷地の端にある小さな休憩スペース。つい先ほどまであんなに楽しい気分で歩いていたはずなのに、なぜか急に足元のアスファルトが冷たく感じられ、早く自分の車へ戻りたくなる。そんな説明のつかない心細さに立ちすくんだことはないでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今回は夕暮れのアウトレットモールの端で感じるあの奇妙な落ち着かなさについて静かに考察していきたいと思います。大型のアウトレットモールは歩いているだけで気分が上がる場所です。通常のショッピングセンターとは違い、空が広く見える半屋外の構造、海外の街並みを模した美しい建物のデザイン、どこからか聞こえてくる軽快な BGM、すれ違う人々の手には有名ブランドのロゴが入った紙袋が揺れています。昼間であれば敷地の端にあるベンチや広場も暖かい活気に満ちています。歩き疲れてクレープを頬張る家族連れ、次にどの店へ行くかスマートフォンを覗き込む人たち、ベンチの横に配置された植栽や花壇も太陽の光を浴びて親しみやすく見えます。そこは間違いなく日常のストレスから少しだけ離れた安全で楽しい非日常の空間です。多くの商業施設と同じように、そこには時間を忘れさせるための工夫がされています。目立つ場所に時計は少なく、買い物に夢中になっている間は時間の経過を意識することはありません。目の前には次の店があり、その隣にもまた別の店があります。少し歩けばフードの匂いがして、遠くでは子供の笑い声が聞こえます。人の流れに乗っている間、私たちはあまり深く考えません。今いる場所がどれほど広いのか、駐車場までどれくらい歩くのか、帰り道がどれくらい混むのか、明日の朝に何時に起きるのか、そうした現実は一旦視界の外へ押し出されます。しかし日が傾き始め、空が淡いオレンジ色から深い青へと変わる頃、その端のエリアは急に別の顔を見せ始めます。半屋外という構造だからこそ、上空に広がる空そのものが巨大な時計として機能し始めるのです。斜めに差し込む夕日の中で影だけが異常に長く伸びていきます。昼間は明るく見えていた建物の壁面も少しずつ色を失い、照明の当たらない部分から静かに夜の気配が降りてきます。冷たい空気が流れ込み、さっきまで気にならなかった風が急に服の隙間を通っていきます。周りから少しずつ人の気配が薄くなります。さっきまでに賑わっていたテラス席のカラソルが店員の手によって静かに閉じられていく。ゴミ箱の横を清掃のカートが車輪の音を立てて通り過ぎる。噴水の水音だけが周囲の会話よりもはっきり聞こえるようになる。ベンチの下に落ちた紙くずが風に押されて足元を小さく滑っていく。昼間なら何でもない音です。しかし夕暮れの端の空間ではその小さな音がやけに近く感じられます。するとさっきまで人が座っていたベンチが急にただの冷たい造形物のように見え始めます。昼間は休むための場所だったものが、夕暮れになると帰り道の途中に置かれた無言の目印のように見えてくるのです。少し奥へ歩いてみましょう。振り返れば中心の広場からはまだ館内放送や賑やかな音楽が聞こえています。天パの大きなガラス窓からは暖かそうなオレンジ色の光がこぼれ、店員の声や客の笑い声も遠くの波のように届いてきます。施設は間違いなくまだ営業中です。楽しい時間は
あそこではまだ続いているはずです。なのに、自分が立っている敷地の端では、吹き抜ける風の音や、コンクリートを踏む自分の足音だけが、妙に大きく響いています。BGM は確かに聞こえているのに、風向きによってその音量が、不自然に大きくなったり小さくなったりする。ある瞬間には明るい曲が近くまで届き、次の瞬間には風にさらわれたように薄くなる。人の声も聞こえているのに、言葉としては届かない。笑い声だけが輪郭を失って、遠くのざわめきとして漂っています。その聞こえ方のズレが、自分が中心から少し離れた場所にいることを、はっきり意識させます。ふと見上げると、通路を照らす街灯の白い人工光が、音もなく点灯し始めています。昼間には気づかなかった街灯が、夕暮れになると、急に空間の主役のように浮かび上がります。白い光は明るいのに、どこか温度がありません。その光に照らされたベンチ、植栽の影、案内板の角、誰も座っていないテーブルの表面、それらが少しずつ、昼間とは違う硬さを持ち始めます。その白く冷たい光の中に立った時、私たちは急に、自分だけが少し浮いているような心細さを覚えます。声は聞こえているのに、誰もこちらを見ていない。光はあるのに、なぜか安心できない。安全なはずの商業施設にいるのに、人の流れから少し外れた場所に立っているだけで、急に自分の居場所が曖昧になる。この明るさの中での孤立感は、一体どこから来るのでしょうか。アウトレットモールの中心には、まだ買い物の時間があります。でも橋の休憩スペースには、もう帰り道の気配が混ざり始めています。その違いは、目に見える境界線として、はっきり引かれているわけではありません。しかし体はそれを感じ取ります。これ以上奥へ行くと、楽しい場所から少し外れてしまう。ここに長く座っていると、帰るタイミングを逃したような気分になる。そういう小さな違和感が、夕暮れの空気の中で、少しずつ濃くなっていきます。重くなった買い物袋を持ち直して、駐車場やバス停へと続く、長い通路を歩き始めます。この瞬間、さらに強い現実の圧迫感が押し寄せてきます。背中側には、まだキラキラとした非日常の明かりがあります。しかし前を向くと、そこには広大なアスファルトの駐車場と、無機質な白い白線がどこまでも続いています。昼間はあまり気にならなかった駐車場の広さが、夕暮れになると、急に自分との距離を持ち始めます。自分の車を止めた場所が、一瞬だけ曖昧になることがあります。確かこの辺りだったはず。あの柱の近くだったはず。あの列の奥だったはず。そう思いながら歩く数十メートルが、妙に長く感じられます。遠くに見える高速道路の緑色の標識。出口へ向かう車の長い列。赤く点滅するテールランプ。バスを待つ人たちの少し疲れた背中。カートを押す車輪のくぐもった振動音。周囲を歩く人々も、さっきまでの楽しげな会話をやめ、皆ただ黙々と自分の車を目指して歩いています。華やかなお客様として扱われていた時間が終わり、ただの運転手や、帰路につく一人の人間へと戻っていく感覚。その集団的な疲労感と沈黙が、空間の広さを際立たせます。誰かが不安そうにしているわけではありません。危ないことが起きているわけでもありません。ただ、楽しかった時間を終えた人たちが、同じ方向へ静かに歩いているだけです。それなのに、その無言の流れの中に入ると、急に現実が近くなります。買い物袋が手に食い込む感覚。靴の中で足が少し疲れている感覚。昼間より少し冷えた空気。車の排気の匂い。
遠くから聞こえる道路の音、その一つ一つがさっきまで忘れていた体の重さを思い出させてきます。歩いても歩いても自分の車に近づかないような遠近感の薄さ、そしてポケットの中で震えたスマートフォンを取り出し画面を見た瞬間、ナビアプリの到着予定時刻や帰りの高速道路の渋滞情報、あるいは明日の仕事や学校の予定が一気に頭の中へ流れ込んできます。さっきまであんなに高揚していたはずなのに、買ったばかりの服や靴が急にただの重い荷物のように感じられる。自分の体だけが先に現実へ戻り始めている。なぜ私たちはただ駐車場への通路を歩いているだけなのに、こんなにもせかされるような居心地の悪さを感じるのでしょうか。ようやく自分の車にたどり着きます。リモコンキーの冷たいボタンを押し、重いドアを開けます。後部座席に荷物を置き、ドアを閉めた瞬間、密閉された車内に耳が少し慣れるまでの静けさが訪れます。外で鳴っていたはずの BGM も人々の足音も分厚いドア一枚によって遠ざかります。シートの背もたれによりかかると、足の裏や腰のあたりに一日歩き回った確かな疲れがどっと押し寄せてきます。シートベルトを引き出しエンジンをかけます。低い機械音が響き、エアコンの風が顔に当たります。冷え切ったハンドルを握り、フットバックミラーを見ると、そこには少し疲れた自分の顔が映っています。ナビの画面が明るく光り、いつもの無機質な案内音声が車内に響きます。そこでようやく私たちは日常へ帰ってきたのだと深い安堵とともに実感します。しかし太窓の外を見ると、そこにはまだ夕暮れのアウトレットモールの大きな輪郭ときらびやかな照明が広がっています。自分はもう現実に戻っているのに、窓を一枚隔てた向こう側ではまだ非日常の時間が続いている。さっきまで自分が立っていたあの橋の休憩スペースやベンチがまるで少し遠い舞台のように現実味の薄い風景に見えてくる。自分だけが先に買い物の紅葉から覚めてまだ楽しさを続けている空間、外側から眺めているような奇妙な断絶を感じたことはないでしょうか。アウトレットモールという場所は私たちに日常から少し離れた楽しさを提供する巨大な装置のようなものです。建物の配置も光の角度も歩きやすい動線もすべてがその非日常を演出するために計算されて作られています。私たちはそこで買い物をすることで一時的に生活の重さを忘れることができます。しかしどんなに大きな施設でも必ずその演出が途切れる橋が存在します。敷地の境界、駐車場へと続く長いアスファルト、バス停へ向かう通路、そして昼から夜へと変わる夕暮れという時間。そこに立った時、私たちは空間の演出から少しずつ外れ始めます。施設全体はまだ楽しい場所のままなのに、自分の体と意識だけが先に日常へ戻る準備を始めている。空間の速度と自分の現実の速度が静かにずれてしまうのです。さらに言えば、私たちがそこで買ったものは明日からの日常で使うための服や靴です。非日常を楽しんでいたようで、実は常に明日の生活とつながっていた。買い物が終わった瞬間、その事実が急に重さを持って現れるのです。この違和感に名前をつけるなら、楽しさの外側にある帰り道なのかもしれません。楽しい時間の余韻と、これから始まる現実の重さ、その二つが静かにぶつかり合う境界線に私たちは立っている。だからこそ夕暮れのアウトレットモールの橋では
急に心細くなり、早く自分の車へ戻って、いつもの日常の中に身を置きたくなるのです。楽しい場所の端には、いつも現実が静かに待っています。次に夕暮れのアウトレットモールを訪れた時、中心の華やかなにぎわいだけでなく、端にある静かな休憩スペースや、駐車場へ向かう長い通路の白線、少しだけ冷静に見つめ直してみたくなるかもしれません。そこは、あなたが日常へ戻るための、とても静かで正直な境界線なのですから。もしこの違和感が、しばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録でいい。次の違和感にもお付き合いください。それではまた、次の違和感でお会いしましょう。